どうもこんにちは。新たな地へ踏み出さんとする、ゆっくり歌劇団のイギリス旅へようこそ。私は、ゆっくりさんでございます。って言っても、今度のイギリス編は、あまりイングランド地域にいないんだよな。そうなんです。今度のメインは、スコットランドやウェールズ、イングランドにも一応行きますが、滞在時間は短めになる予定です。そんなイギリス旅の始まりは、いつもの通り、ロンドン行きの国際列車、ユーロスターです。すでに列車は、ベルギーとフランスとの国境の町、リールを出発。フランスの大地を、時速300キロで疾走しています。車内サービスのお食事も終わり、ロンドンまでは、あと1時間。次のハイライトは、島国イギリスへと続く、海底トンネル、英仏海峡トンネルです。イギリスと、フランス、ベルギーの首都を結ぶこの路線は、1994年の開業以来、ユーロスター1社が独占。航空機とのシェアも、高速列車が圧倒してきました。ロンドンと、パリ、ブリュッセルの距離は、320から340キロほど。ちょうど東海道新幹線の、東京、名古屋間と同じ長さですな。その通り、それぞれの都市は、距離が比較的短いことから、航空便は、あまり速さを活かせません。それどころか、市内から空港へのアクセスや、巨大空港ゆえの混雑など、鉄道に対しての優位性が大きく劣り、高速鉄道の独壇場となっていました。ところが最近、ロンドン、パリ間など、島国イギリスとヨーロッパ大陸との間を走る鉄道路線に、いくつもの事業者が参入を表明し始めました。今回は、ユーロスターが走るイギリスとフランスの路線に焦点を当ててお話ししていきます。近年様々な鉄道が開設を予定しているイギリスへの路線。その会社の一つがイタリアの高速列車フレッチャロッサミッレです。2029年にロンドン・パリ間で運転開始を目指していて、運転本数は1日10往復。所要時間も既存のユーロスターと同じになる予定ですから、計画通りに参入できれば大きなライバルになるはずです。でもこれだけじゃ、ちょっと魅力は薄いですよね。そこでフレッチャロッサは、イギリス線の開設にあたり、停車駅の充実を約束しました。というのも、現在のユーロスターは、2010年代と比べて、停車駅が大幅に減っています。その理由は、2020年から世界的に流行した、新型コロナの影響です。もともとユーロスターは、パリやロンドンといった大都市に加え、一部の列車が、イギリス、フランスの小さな町にも停車していました。けれども、コロナによるロックダウンで、収益に大打撃を受けたこと。それに、列車が発着する駅には、自社スタッフを大勢配置しなければならないため、停車駅を大都市のみに削減したんです。これらの駅に、ユーロスターの発着は、未だに再開されていません。そこに目をつけたのが、ロンドン駅のフレッチャロッサです。現在はユーロスターがカバーしていない、イギリス南東部や、ロンドン近郊の駅に、フレッチャロッサは細かく停車。地元の鉄道との接続を考えたダイヤにすることで、ロンドンにとどまらず、広い範囲でお客さんを集めようとしているんです。対するユーロスターの反撃は、新型車両と新路線です。ユーロスター社は2025年に、およそ15年ぶりとなる、新型車両を発注しました。フランスの次世代高速車両、TGV、M と同じ、全車2階建て構造で、海底トンネルの運転にも対応しています。最高速度は、時速320キロ。最近の高速列車では珍しく、編成の前後に機関車を連結し、間に、給料の客車が挟まれます。ユーロスター社は、この新型車を、30編成発注しています。導入される大半の編成は、ヨーロッパ大陸間の運用に使われるそうですけど、いずれはイギリス方面にも、投入を予定しているんです。2階建て高速列車というのは、私たちのような観光客にとって、結構大きなアドバンテージになるかもしれないな。実は、ユーロスターが、時速300キロで走る路線は、時折、民家が近い場所を通っている。そのため、高い防音壁で囲われた区間も多く、1階建て車両だと、眺めが遮られてしまうのだ。その点、2階建て車両なら、壁越しに車窓が楽しめる。新しい内装や設備とともに、期待が高い車両だ。もっとも、
新型ユーロスターのベースになる、次世代 TGV が、まだ運転開始していないのが気になるんだけどな。最初の予定だと、次世代 TGV は、2024年に運転開始。同年に開催される、パリオリンピックにおいて、輸送力を強化するはずだった。だが、製造や試運転プログラム、運転認可に遅れが生じ、最初の投入計画から、そろそろ2年が過ぎようとしているのだ。パリどころか、冬季のミラノオリンピックも終わっちゃったよね。一応、2026年の春から運転開始予定だそうですけど、それ、初夏にずれ込んだよ。それすらも、6月の予定が7月に後ろ倒しされてるみたい。私としては早く乗りてえから、さっさと運転開始しろってんだ。なんというか、新型フレッチャロッサを、きちんと期日に間に合わせて運転開始したイタリアって、地味にすごかったんやな。あの子は、2015年に開催された、ミラノ万博に合わせてデビューさせたやろ？そうなんですよ。アンサルド・ブレダが頑張りました。新型車の導入とともに、ユーロスター社は、ロンドンとドイツを結ぶ路線の開設を始めています。ドイツとイギリスを結ぶ路線は、2010年代に一度、ドイツ鉄道が計画していたことがありました。実際に、ドイツの高速列車を試験運転して、ロンドンまでの乗り入れに問題ないことまでは、確認していたんですよ。試運転列車が到着した、ロンドンの駅では、セレモニーも開かれて、路線の開設は秒読みかに思われてたよな。けれども、ドイツ側の駅構内に、入出国の審査場、手荷物検査場など、特殊な専用設備の追加が必要だったこと、所要時間が航空機に対して大きく劣る上、列車の運転本数も航空便にはかなわないこと、またこの頃には、イギリスの EU 離脱といった政治的な問題もあり、ドイツ鉄道のロンドン乗り入れはいつの間にか立ち消え、みんなが忘れた頃の2018年に正式に断念したことが発表されました。それから5年以上が経ち、再びドイツとイギリスを一つの列車で結ぶ構想が進められようとしています。今度のドイツ線計画は、ユーロスター社が主体となり、同社の車両を使って運転するのが大きな違いです。イギリスからベルギーまでは、今まで通り、ユーロスター社が運営。そこから先の、ドイツ国内は、ドイツ鉄道との共同運転となります。言うまでもない話ですけど、ユーロスターは、すでにロンドンでの入出国管理、海底トンネルの運転ノウハウを取得しています。またユーロスターは、2023年に、ドイツへのネットワークを持つ国際高速列車、タリスを吸収。ユーロスターと名前を変えて、ドイツ西部へ列車を走らせています。なので、ドイツでの運転認可はすでにあり、乗り入れに大きな問題はありません。ドイツ鉄道側にとっても、自社の列車を遠いイギリスまで運転するより、ユーロスターと組む方が、投資や負担が少なくて済みますから、悪い話ではないのです。ドイツとイギリスを結ぶ、ユーロスターの直通列車は、2030年頃を目標に、計画が進められています。うまくいけば、今後、ドイツ西部のケルン、そして、金融都市のフランクフルトに、ロンドンからの車両が、姿を見せることでしょう。新しい鉄道会社の乗り入れや、新しい車両が導入される、イギリス、フランス間の国際路線。ここに最近、懐かしの会社が、新規参入に名乗りを上げました。その鉄道会社とは、イギリスの、バージントレインズです。この会社は、イギリスの巨大企業グループ、バージングループの鉄道部門。2019年末まで、イギリス国内で特急列車を運営していました。しかし末期は、収益が思うように上がらなかったことや、イギリスの運輸省と揉めてしまい、半ば、運営権を剥奪される形で、鉄道業界から撤退していたのです。だけど今となっては、2019年12月で、鉄道運営から退いたのは、いいタイミングだったよな。その数ヶ月後から、新型コロナの流行によって、イギリスの鉄道は、移動の需要が長期間消滅。鉄道会社は、大ダメージを受けたんだから。けれど鉄道事業の撤退は、バージングループにとって、不本意な選択でした。一度消滅したバージントレインズでしたが、その後も復活の機会を虎視眈々と狙っていたのです。そして、撤退から5年後の2025年10月、英仏海峡を通る国際路線で、
再びバージングループに、鉄道運営の認可が下りたのでした。国際路線に参入する、新生バージントレインズで興味深いのが、使用車両だ。フランスのメーカー、アルストム社が企画する新型高速車両、アベリアストリームという列車を選定したのである。アベリアストリームは、まだ実車が出ていない、計画段階の車両だ。イメージ画像では、イタリアで活躍する ETR575 型、イタロのような戦闘デザインで、最高速度は300から320キロ。連接台車を採用したイタロと違い、各車両の前後に2つの台車を装着する。この車両はフランスのメーカーが手掛け、デザインもこれまでのフランス製車両に準じている。だが中身を覗いてみると、イタリアンな要素が強い列車なのだ。というのも、アベリアストリームは、イタリアの高速車両、ペンドリーノと、フレッチャロッサミッレを組み合わせたような車両だからだ。なんだかおかしな話ですよね。なぜこんな車両が計画されるのか、を説明する前に、まずは、製造メーカーを取り巻く話をしますね。2021年、フランスの巨大車両メーカー、アルストム社は、ドイツのメーカー、ボンバルディアを吸収。世界第2位の車両メーカーの地位を、不動のものにしました。しかしこの合併は、巨大企業同士のため、市場に与える影響が少なくありません。そこで EU は、合併を認める代わりに、足かせとも言える条件を出しました。それは、両社が抱える製品のうち、ジャンルが被る車両は、いずれかを放棄。販売する製品は、各分野で一つだけとする、という条件です。合併前の会社では、フランス側とドイツ側、それぞれで、高速車両や通勤電車など、独自の製品を販売していました。ですが合併後は、これら2社の製品を、そのまま継続して売ることが認められなかったのです。これは、巨大企業が、市場の独占を防ぐための措置です。これにより、アルストムとボンバルディアは、超高速車両でも、プロダクトを一つ、放棄する必要に迫られました。当時、アルストムが抱えていた製品は、次世代型 TGV、お膝元のフランス国鉄から、100編成以上の発注があった企画です。対する、ボンバルディアの超高速車両は、ゼフィロ300と呼ばれるもの。こちらはイタリアの高速列車、フレッチャロッサミッレとしての実績がありました。けれどフレッチャロッサは、当時大半が製造済み。しかも、日立との共同事業で、ボンバルディア社が独占していた企画ではありませんでした。その上、ゼフィロ300は、イタリア国鉄以外からの受注がなかったのです。こうした経緯から、超高速車両プロジェクトは、将来性のある、次世代 TGV を選択。アルストム社は、フレッチャロッサのゼフィロ300を放棄することとし、共同事業者の日立製作所に、車両に関する技術や権利を、すべて譲渡したのでした。こうして、EU が課した規制をクリアしたものの、1階建ての高速列車は、需要が高い分野です。そこで新生アルストム社は、合併後に改めて、1階建て高速列車の開発に乗り出します。ちなみに、合併後、新たに開発する製品は、先ほどの規制の対象外ですので、問題ありません。このような経緯から生まれたのが、新バージントレインズが発注した、アベリアストリームでした。いやそれはわかったけど、イタリア要素はどこにあるん？それはこれから説明するね。新しい列車を開発するにあたり、アルストム社は、自社の技術と資産を最大限活用することにしました。それは、振り子式高速列車、ペンドリーノと、ゼフィロ300を開発した、元ボンバルディアの技術者、そして、設計思想です。ペンドリーノは、イタリア生まれの高速車両。それを製造していたイタリアのメーカーを、フランスのアルストム社が買収したため、以後は、自社製品の一つとなっていました。しかしペンドリーノは、さっきの規制で、よく放棄されずに済んだな。それは、変築リンナー足回りのおかげです。自分で言うのもなんだけどね。ペンドリーノは、台車やモーターの構造が特殊で、どう頑張っても時速300キロまで出せない性能でした。そのため、準高速車両に分類され、次世代 TGV などと同じ、超高速車両とはみなされなかったんです。このペンドリーノの車体をもとに、ゼフィロ300、つまり、フレッチャロッサミッレの足回りと、電気機器を組み合わせて、時速300キロで走る車両に仕立て上げたのが、アベリアストリームなんです。あれ、
ゼフィロ300の技術は、日立に譲渡したんだよな。なのに、同じのを使い回していいのか？確かに設計そのものは、日立に売却したんですけど、それを作り出した技術者や、部品サプライヤーはそのまま。つまり、以前に得た知見と、自社にあった製造技術を活かし、新たな車両をもう一度作ることで、規制をクリアしたんですよ。ただ、車体までゼフィロと同じにすると、色々とまずいので、流用するのは足回りにとどめ、車体は準高速列車の、ペンドリーノを組み合わせたわけです。なお、アベリアストリームには、ペンドリーノの特徴だった、車体傾斜装置はありません。バージントレインズでは、このアベリアストリームを、12編成発注。イギリス、フランス間で、列車を1日最大13往復走らせたいとしています。現在ユーロスターは、1日15往復ほど走らせていますから、新規参入の会社が、すべて計画通りに運転を開始した場合、イギリスとフランスの間を走る列車の数は、今の2倍以上になります。もっとも、列車の運転本数が増えたからといって、輸送力も2倍にならないのが面白いところ。ユーロスターは16から18両編成の長い編成を組んでいるのに対して、フレッチャロッサは半分の8両編成。バージントレインズに至っては、7両編成なので、各会社の輸送人数にばらつきがあるんです。だけどさ、そんなに一気に列車が増えて、線路は大丈夫なのか？ちょっとそこが問題なんですよ。現在英仏海峡トンネルを含む、ヨーロッパの鉄道路線は、様々な事業者に広く開放されています。この制度を利用して、トレニタリアやバージントレインズが、新規参入を予定しているわけですが、これらの会社が、路線の開設を申請したからといって、簡単に列車を走らせられるわけではありません。まずネックになっているのは、高速線や海峡トンネルの走行枠。高速列車が走る線路は、信号システムやメンテナンスの関係で、1時間あたりに走らせられる列車の上限が決まっています。あれ？でも時刻表を見ると、そんなに列車がギチギチに詰まってなくない？だいたい1時間に1本。時間によっては次の列車まで2時間ぐらい空いてるタイミングがあるやん。これはですね、海峡トンネルを走るのは、ユーロスターだけじゃないからなんです。現在、英仏海峡には、自動車がそのまま走れる、橋やトンネルがありません。なので、車やトラックが、イギリスとフランスの間を行き来する場合、自動車専用の貨物列車に乗せて往来します。これが、毎時間2本、最大で6本走っていて、その合間に、ユーロスターが通行しているんですよ。また、こうした走行枠は、円状のダイヤで、全てを使っているわけではありません。需要が増加した時用に確保してあったり、臨時列車のために存在する、空白のダイヤがあるんです。なので、一見列車を走らせられるように思える時間でも、時刻表では、枠が埋まっちゃってるんです。しかもこれは、混雑空港の発着枠と同じで、既存の鉄道会社は、なかなか手放しません。と言っても、海底トンネル区間は、今のところ、走行容量の 50% しか使っていないようなので、まだまだ増発の余地はあるんですけどね。でも問題になっているのは、線路だけではありません。お客さんが乗り降りする駅、そして列車の運転に欠かせない車庫まで、それぞれ課題に直面しているんですよ。ロンドンのターミナル、セントパンクラス駅では、フランスのパリ行きと、ベルギーのブリュッセル駅の出発時間が重なるタイミングがあります。そうなると、待合室や手荷物検査場は大混雑。それどころか、最初に通らなければならない、改札ゲートすらも、30分ぐらい並ぶことがあります。こうした設備が狭いことから、待合スペースに収容できる人数は、最大1800人までに制限されています。そんなに多いのに、制限があるのか。いや待てよ。確かユーロスターの定員は、760人、または900人だったよな。ということは現状でも、3本の列車のお客さんを、同時に構内に入れられないわけか。そうなんです。幸い、この問題への対応は、現在着手済み。待合室エリアや、各種ゲートの処理能力を、2倍以上に拡張する計画が進んでいます。これが完了すると、最大5000人まで対応できる予定です。こうした問題の中で、一番関係者を悩ませているのが、車両の誘致や点検をする、イギリスの車両基地です。
こちらも、ロンドン側の車庫には、まだ少し空きがある状態です。しかし、車両基地の運営は、ユーロスター社なので、ライバル会社の列車が実際に場所を貸してもらえるかは、まだわからないんです。実を言うと、この点ですでにフレッチャロッサが、つまずきかけているんです。イタリアのフレッチャロッサは、ユーロスター社が運営する、ロンドンの整備施設を間借りできることを前提に、イギリス線の開設を進めていました。車庫に対し、車両のサイズや重量は問題ないことが確認され、あとは行政の認可を待つばかり、となっていたんですけど、それがなんと、断られちゃったんです。つまり、この間の動画で、イギリス側の車庫も選定済み、と言ったのは、振り出しに戻っちゃったんです。でも、そんなことで諦めないのが、イタリア魂です。フレッチャロッサの運営会社は、パリの郊外に、大規模なメンテナンス施設を独自に建設。フランス国内路線の増強を図るとともに、ロンドン行きの列車も、ここで誘致と整備を実施する考えでいます。でもこの方法には、弱点があります。朝のロンドン発の列車に、空白の時間ができちゃうんです。そうか。ロンドンに車庫がないと、朝の時間に、列車を走らせられないのか。それなんです。幸い1編成だけなら、夜の間ロンドンの駅に列車を置くことができるのですけれど、これだけでは朝の運転に不安が残ります。朝一番の列車は、駅に置いた編成で、ひとまず走らせることは可能なのですが、もし始発列車に使う編成に何かしらのトラブルが起きてしまうと、予備の列車がありません。しかも次の列車は、パリから走ってくる編成の折り返しになるので、どんなに急いでも、3時間後になってしまうのです。だったら、パリ発の列車の出発時間を早めてあげれば。でもそうすると、朝5時とか、下手したらそれ以前の出発になるよ。そんな時間に走らせても、誰も乗らないでしょ。逆に、ユーロスターの車庫の使用認可が得られているのが、バージントレインズです。イギリス系の鉄道には、許可が下りたんですよね。ですがこちら側にも、懸念があります。車庫使用の承認を得た相手は、イギリスの鉄道庁。つまり、あくまで行政のお墨付きを得られただけにとどまります。実際に施設を運営している、ユーロスター社が、留置線や整備施設を使わせてくれるかは、また別の話なんです。それに、バージントレインズの車両が、完全な新規開発なのも、不安な点です。既存の生産設備や設計を活かせると言っても、性能や安全性が想定通りかは、まだ未知数。試運転をしていくうちに、思わぬ不具合が見つかったり、各国運輸省の認可や製造スケジュールが予定通り進むのかが不透明なんです。2030年に運転開始を予定していますが、ずれ込む可能性が十分にあります。なんだかどの列車も未来は明るいようで、それぞれに先行き不透明な部分がありますね。こうした事態は海底トンネルの路線だけではありません。イギリスの鉄道そのものもこれから大きな変化を迎えようとしています。次回から、そんなイギリスを旅しながら、鉄道会社から車両に至るまで、いろんなお話をしていきたいと思います。しばらく顔を出してない、あいつが、また皆様の前に現れることでしょう。暑苦しくなりそうだね。それでは、ここまで見てくださって、誠に、ありがとうございました。banda papa ni na kuna kuna na za na hivi na